Hello everyone, welcome back Nihon Bio channel. I'm Chinami Hananomoto. I'm a Nihon Bio dancer. It is one of the traditional Japanese dances. So, I just finished Japanese traditional makeup. And I think it would be nice to share how I remove this makeup and my skincare routine. So, let's get started. はい、ではこの動画では先ほど言ったように私がこの熱い日本舞踊のメイクアップをどうやって落とすかと私の今のスキンケアルーティンをお伝えしたいと思います。はい、私はいつも決まってこのメイクをした後は肌が結構荒れるんですね。で、いっぱいいっぱいいろんなスキンケアを試してるんですけども私が今思うベストのルーティンをお伝えしたいと思います。はい、まずはこのメイクを落とさなければいけません。その時に使うのがこちらニベアのスキンミルクですね。これはクレンジングではなくてボディ用乳液なんですけども私はですねクレンジングで落とすよりもこういった優しい乳液で落とした方がお肌がちょっと荒れなかったのでこれで落としていきます。はい、そしてもう一つ使います。それはこちら、はい、ウェットティッシュです。ウェットティッシュは普通のティッシュよりも繊維が強くできているのでお化粧をリムーブするのにとてもいいです。で、この時に私はね何枚か重ねて使います。これくらいです。今これは4枚あります。で、それをさらに折ってこれくらいして拭き取っていきます。ではやっていきます。はい、そしてこちらはね結構ドバッとよいしょ。うわ、手にかかっちゃった。まずは目の方から優しく優しく。冷たい。できるだけ強くこすらないように気をつけてます。前まではね結構こすって取ってたんですけどできるだけ優しく優しく取っていきます。これでねだいたい口と目の周りが取れました。そしたら今度は手に出してこう洗っていきます。はい、じゃあ手に出してこれをつけていきます。クリームをね広げるみたいな感じでやります。そしたら拭き取っていきます。一気に取れます。はい、拭き取った状態ですね。ここまで使ったのはこのニベア1本です。ニベアのボディクリーム、クレンジングじゃなくてボディクリームを使いました。で、この後お湯で顔を洗います。この時私はあんまり洗顔は今は使ってないですね。お湯で落とすだけにしてます。ではちょっと行ってきますね。はい、洗ってきました。はい、今ねお湯で洗ってきてちょっと顔が突っ張ってる状態です。はい、なんでお湯で洗ったかというと私たちって一番初めに瓶付け油っていう油を塗ってるんですね。で、油が温かいお湯じゃないと落ちきらないことに気づいたんですよ。今までは夏とかだと普通に水で洗ってたんですけどなんか落ちきってない感じがしてたまたまこの前お湯で洗ってみたら落ちたなっていう感覚があったので瓶付け油を温かいお湯で溶かすみたいなイメージでお湯で洗いました。はい、はい、次に選んだのはこちらです。クレンジングウォーターですね。私がこれを選んだ理由は3つで、保湿をしてくれるということとあと毛穴にアプローチしてくれることとあとビタミン P が入ってるってことです。ビタミン P ってもう多分皆さんご存知の方もいると思うんですけどお肌っていくつかの菌が常在してるんですけどもそのねバランスを整えてくれるビタミン P が入ってるのでこれを使ってます。はい、これを振ったらですねコットンにドボドボドボってつけます。そして優しく拭いていきます。これね匂いもいいんですよね。好き。
これ私ねいつも玄関に置いてあって、もう帰ってきたらすぐメイクこれ普段落とすようにしてます。これした後トーナーとか乳液がいらないぐらいお肌がしっとりするので、お風呂私はね寝る直前に冬は入りたい派なので、先にこれでメイクだけ落としておいて、でお風呂寝る前に入ってます。夏はね結構帰ってきてすぐ入るんですよ。もうソファーとかに座らずにそのまま入っちゃうんですけど、冬はね私お風呂は結構寝る前に温めりたい派です。最後はちょっとね抑え込むように。皆さんももしトライする時は全然これと同じじゃなくていいと思うので、お近くで買える、できたら保湿が高いもの、そしてなんか毛穴引き締めって書いてあったり、あとはそのビタミン P とかそういうのが入っているものを選んでみてください。はい、そして次に使うのはこちらです。洗顔ですね。はい、これはですね男性用の酵素洗顔になります。はい、やっぱりね毛穴にアプローチしたいので、ちょっとね男性用を使うようにしました。こんな感じですね。はい、で出しましたら次に使うのはこちらブラシです。はい、私はファンデーションをブラシで塗らないのでこの洗顔ブラシ買ったんですけども、ファンデーションブラシがある方はそれで十分だと思います。でブラシでちょん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 って取ってちょっとだけなじませて、で鼻に当てます。いきます。これね墨が入ってるから黒いんです。はい、伝統的なメイクアップってハケで塗るので、結構ねハケが毛穴の中までこう化粧を入れてくれるんですね。なのでそれをね出てこい出てこいって感じでやります。これもちろんね顔全体これで洗っていいんですけど、私はねこの T ゾーンだけこのハケを使ってやるようにします。一回顔全体をねこのブラシを使って洗顔してみたんですけど、私ここにバッて吹き出物が出ちゃって、あんまり強くないみたいですね、この辺の肌が。なのでこの T ゾーンだけこれで洗顔するようにしています。ポイントはですね、この手で泡立てるのではなくて顔の上で泡立てることです。この泡が立つ泡になる過程で毛穴の汚れを浮き出させてくれているので、ここでね泡立ててしまうとあんまり意味がないんですね。はい、こんな感じでお鼻とね T ゾーンだけ洗顔し終わりました。最後はこういう風にこれをね顔全体に伸ばして洗います。泡がねこうなくなってきたら洗います。じゃあちょっともう一回洗ってきますね。お待ちください。はい、洗ってきました。そしたらさっきまではね結構突っ張ってたんですけど、今はこうちょっとこうしっとりしてきた気がします。そしたらこの後はもうとにかくたくさん化粧水をつけてください。私はねこのパックをすることが多いです。これね乾燥毛穴にって書いてあるパックで、これも皆さんの近くで買えるものだったら何でもいいです。はい、ではマスクを貼ります。よいしょ。うわー冷たい。浸透してる。はい、では取ります。これねもったいないので首とかにつけたくなりますよね。はい、あとはもうクリームを塗って終わりです。皆さんお手持ちのものでいいと思います。はい、私はねクリームはニベアを使います。ニベアのソフト。あんまりこれは逆に T ゾーンにはのせません。ほっぺとかおでことか乾燥するところにのせます。できました。これが私のス
スキンケアルーティンでした。やっぱりねすごい厚化粧をするのでとにかく優しくリムーブしてタップで保湿、もうそれだけでしたね。もっともっと改善していっていい方法いろいろ試したいなと思うので、またつどつど皆さんにお知らせできればと思います。So, thank you for watching this video today, and if you like this video, please hit good button and subscribe for me. Yes, so see you in the next video. ありがとうございました。